韓国ソウル地下鉄グンジャ駅。着いた着いた。俺グンジャ駅って初めて降りたんちゃうかな。通ったことはあるけど。さて今日行くところはこっちか。よし行こう。なんやこれ。ミッチンセンコギ。生肉がやばうまっみたいな意味やろ。いやわかりますわかります。でも今日のメニューは肉より肉。ちょっと歩いてたら日本でよく見るお方を発見。最近よく韓国でも見んねん。エビスビールのエベスさんや。左手に大きなタイ抱えてはるわ。今日タイちゃうねんけどな。まだお店はやってへんみたいやけど居酒屋やろうな。上には酒場石杖。名前つけあるやん。また今度機会やったら来ますわ。お一人様で。はいいらっしゃいませどうぞ。実は今日この日初雪降りまして、雪が細かすぎてカメラには映ってへんけど寒いわ。でこっちやな。急ぐで。ここで合ってんのか。目の前に現れた文字、中国第一市場。この中かもしかして。市場か。危険や。いろんな誘惑が俺を襲ってくるぞ。市場らしく入り口からたくさんの果物、美味しそうなお餅屋さん、そしてほら言わんこっちゃない、チョッパル。一切れくれませんかね。一切れでいいんで。この辺は観光スポットというよりかは地元の人に愛されてるような市場や。でポイント高いで。見るもの見るものが美味しそうに見えてくるわ。なんやこれは。テントウムシじゃないよな。角あるし。チョッパルの社長の顔のすぐ真横にあんのはちょっとよろしくないんちゃうか。他の店にも全部ある。あれ、あっち側にも色違いの緑も。ここのキャラクターなんか。正面から見るとちょっとトトロっぽい可愛さはあるよな。でもこれ鬼やろ。赤ときて緑ときたらもうこれは鬼やろ。角あるし。確か鬼って日本ではイワシの生臭い匂いとか嫌いとかいう話は聞いたことあるけど、安心して俺今日イワシちゃいますね。そう思い出した。何ここ。こっちちゃう。やっぱり鬼や。青もおるやん。そうイワシやないから鬼もついてきてええで。着いた。早くもっこし。赤鬼の下には店名ついてきてるんかいな。ブリの専門。店頭にはいろんな種類の海産物が息を潜めている。その中でもひときわ暴れてるのがこいつ。俺を歓迎してくれてるんかな。初雪の降る中ブリを食べに来ました。入店です。こちらのメニュー、今日は何といってもブリ、そしてブリ、もう一丁ブリ。もちろんヒラメ、クロソイ、タイなどの基本のお刺身のメニューも置いてある。私たちはその日売れるほどの品物だけを持ってきています。ちょっと足らないぐらいだけを持ってきていると。一言で言うと新鮮やということやな。オープンと同時に他のお客さんがもう入っていらっしゃる。そのお客さんが注文しているのを横目に俺はメニューを見ているふりをする。だってもう決まってるもん。何注文するかは。광어 중짜 하나요. 네. 그리고 소주 한 병 있어요. 진로 있어요? 네, 진로 있어요. いらっしゃい大切なあなた。もう俺もそう思ってて。ありがとうなんて思ってる間に用意してくださった基本のおかずは湯気がもくもくわかめスープ、ニンニクに青唐辛子とサムジャン、ムグンジ、海苔、エゴマの葉っぱとサンチュ、そしてご飯、とびっこちゃんにごま油。書いてある。ご飯は刺身と一緒に生わさび、とびっこちゃん海苔を添えて醤油につけて召し上がってください。お好みでお味噌とムグンジを一緒に添えて食べても美味しいと。特にブリにはよく合いますよ。だってさ、ちょっと待っててください。まずはこれやから。なんか久々からのぐる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 。ブリとともに荒波を越えていくぜローリング。打ち上げられてもうたけど。よし。あれ、目がハートになってますやん。ペロ。もう俺の目もハートからの一杯。
初雪も共に誘われ舞い光る。ありがとうございます。ブリを入れる準備はもうできた。店先では社長がこのようにブリをさばいてくださる。俺もその列に加わりたい。でもまずはこれ。出てきた時から湯気が立ち上ってるわかめスープを一すく。今日は俺の誕生日やなんて主張したいぐらい毎日食べたいわかめスープ。わあ、ええ匂い。スープもたっぷりお皿の上に。さあ食べていこう。ああ、もうずっと店に入ってから焦りすぎてコートも脱いでない。店の外にはかすかな初雪が降り始める。店の中にも初雪と同じような真っ白な男登場。ほんまもうくだらんことやめてとりあえず食べていかなあかん。わかめを外から一スプーンすくったらわかめたちの団結力が垣間見える。その団結力に少し焦るが俺はその一員になるべく一口でいく。磯の香りが広がった口はブリが帰ってくる場所。なんだ。ほらすぐ帰ってきた。スープもすべて飲み干しエピタイザーで準備万端。袋に入った割り箸を取り出し、仕事終わりに一人でラーメン屋さん来ましてんという雰囲気で割り箸を割っていく。じゃあまずはこいつや。あ、つけるもの何にも準備してへんかった。焦りすぎや。あったあった、これか。まずはチョジャン適量を入れていく。よし、これで。そして次はこの横にあるこの醤油。あれ、日本語で書かれてる。刺身醤油かいな。なんか書いてんねんけど九州の味やで。ちょっと私大阪の男なんですけど。確かに大阪は港しかないからな。よし、再び。横にわさびが置いてある。慌てすぎやねんて。ちゃんと準備してからブリ様を入れていかんと。わさびを一つまみ。ちゃんとした生わさび。すかさずペロリ。これが九州の味かいな。甘みが全面に出ててわさびとよう合うやんけ。気を取り直してブリを一切れ釣り上げる。ブリの部位は釣りもせえへんから詳しくはないけど、これはどう見ても脂が乗ってる部分。俺のシャツとほぼ同じ。まずは一口目やからここは醤油オンリーでちょこっとだけつけるけど、ブリの脂で醤油がはじくはじく。待ってました。この時期になると並んでも食べたいブリのお刺身。一口。荒波をかいくぐってきたブリは氷が溶ける前に俺の体を溶かしてくる。もちろん生臭さなんて一切なし。荒波を越えてきたブリは肉厚で脂は甘く溶けて後味もさっぱり。すぐさま進むハートのジンロちゃん。ブリの脂が残る口の中にジンロちゃんを一杯。俺の目もハート。次はエゴマの葉っぱサンチュ。それを上下に重ねて気合を注入。そしてブリを一切れ。緑の海に放流中カイワレちゃんもついてきた。お仲間も合流。贅沢にもう一切れ。ブリにサンドされるカイワレちゃん。そして生ニンニクにサムジャンを適量つけ、こいつも確保。ブリの上に優しく乗っける。とりあえずはこれでよし。色鮮やかなブリは一瞬見えなくなるが、この中に入っているという安心感。それを一口。ニンニクエゴマの香りにも負けないこのブリの食感。噛むたびに出てくる心地いい脂。最高。ちょっとしたお口直しにはこのムグンジ。一口口に入れるとその酸味で俺をまた別の世界に連れてってくれる。そうするとこいつも負けずに俺を別の世界に連れて行こうとプレゼンをしてくる。俺はその提案にはいつでも乗るつもりや。お箸は止まらない。一杯いくとまた一切れ。次は一緒に出してくれたごま油を少しつける。日本では何かに巻いたりごま油をつけてブリを食べたことないねんけど、鼻から抜ける香りを楽しむなんてこともあんにやろな。一切れいったらまた一杯。いやでもこんなことやってたら飲みすぎるから気分だけ一杯。でも目はハート。これも韓国で初めて食べた食べ方。海苔を1枚2枚。それをつかみ品定め中。いやもう全部食べんねんけどな。ブリをつかみそれを海苔の上に置いていく。そしてカイワレちゃんも海苔の上にベッドイン。そしてニンニクにサムジャンをつけてまたブリの上に置いてやる。
パリパリとした海苔の音とともに九州から来た刺身醤油をつけてあげる。それもまた大きく一口。海苔のパリパリとした音とともにブリの脂も優しく入ってくる。よかよか、九州弁わからん。韓国イコール刺身イコール焼酎、この方程式は崩れへん。あんまり飲みすぎんように気をつけて、海苔の香りが残る口にいっぱい。飲んですぐ箸持ってまうねんけど、あかん、このままじゃあの世行きやと思ってるそばからこれもあった。これはでも普通のご飯じゃないよな。やっぱり酢飯や。ってことはこれやろ。知ってる。海苔を1枚、欲望のもう1枚。海苔でバカラをやってるかのように真剣な表情。そして酢飯を備え付けのスプーンで取っていく。海苔の上に酢飯を敷いていく。そう、これは手巻き寿司やな。よう家で幼い頃やってたわ。そしてまだまだ残るブリを一切れ酢飯の上に乗っけてあげる。ここでは家族の目を気にしなくてもいい、もう一切れブリを乗っけてあげる。そしてこいつもやな、とびっこちゃん。真っ赤な色が鮮やかすぎる。それもブリの上に優しく敷いてあげ、仕上げに貝割れも乗っけてあげる。そしてここで気づく。欲望の荒波に飲まれた男、巻くことができない。そんな時は応急処置、もう一枚。まあ手巻き寿司する時はもうちょっと大きいのに使うからなと年々言い訳はうまくなる。よし、ええ感じに負けたんちゃうの。くるくるブリダンス。醤油に少しつけてお手製ブリの手巻き寿司、大きく一口。旬のブリと炭水化物を一緒に摂取。これはもう最高。わかめスープの中には干しスケトウダラも入って、冬の冷たい海に投げ飛ばされる俺。このわかめスープだけでも酒のあてにはなる。ブリもしかり、一品一品丁寧な味。大満足のワンショット。俺魚の部位あんまり分かれへんねんけど、これは特殊部位とかちゃうかな。だって雰囲気的に少ししかないから。せやろ。だからこういう部位はわさびを少し、醤油も少し、余計な味付けはせんとこ。可愛いキューブが出してるけど中身はそうちゃうんやろ。やっぱりユッケのような優しさ。肉より肉。こっちもそうやろ。これなんて2切れしかあれへんの。じゃあ遠慮なく。優しいピンク色。もうまた目がハートになってまうがな。こういう部位もやはりわさびを少し、醤油も少しだけつける。そして口の中に放流。これはこれでまた違う食感。冬の冷たい海で揉まれたからか、コリコリとした肉厚な食感。脂身を楽しむもの、食感を楽しむもの、バラエティに富んでてええがな。そんな気持ちをガマちゃんにもおすそ分け。残り少なくなってきたブリのお刺身も一つ一つ丁寧に楽しんでいく。やっぱり刺身屋さんの締めといえばメウンタンやねんけど、ちょっと気になるメニューがある。전복라면頼んでやった。車で少し時間かかるやろうから、残ったブリをいろんな食べ方で食べていく。日本では大体がお刺身はお寿司屋さんやったり居酒屋やったり、いろんな料理の中で提供されることが多い。でも韓国はお刺身がボンとメインで出てきて酒を飲む。もちろん値段はちゃうけど満足感がある。いろんな部位もたくさん食べれる。でも海は一つ。旬のブリはどこで食べてもうまいって思ってたらやってきました。なんでこのメニュー気になったかというと、お値段なんと5000ウォン。こんなでかいアワビ入ってんのに、もちろんこれだけ頼むもあかんね。うわ、真っ赤なラーメンの海の上にアワビが。我慢できずにアワビを捕獲。フーフーをしてそのまま一口。2切れいっても何不自由ない柔らかさ。君たち泳ぎ出しなさい。麺とスープになじませてあげて、広範囲上からフーフ。海の中に現れた怪物。あかん、もう我慢できひんやないか。お箸でラーメンをつかみ引き上げフーフ。過呼吸になるんちゃうかなと思うぐらい欲望と理性が戦う。よし、来た。一口。大丈夫。取りすぎて終わりが見えない麺の果て。そんな果てには安らぎが待っていた。大きく切られたアワビも一緒に引き上げる。
目の前の時間が長ければ長いほど俺のボルテージは最高潮にまで上り詰める。この赤いスープは締めにはぴったり。赤いスープ、あっ、ブリと共に冬の海で泳いでこようかな。そんな感情を吹き飛ばすほどの破壊力のあるこのアワビラーメン。あ、そうや、いらっしゃいませ、どうぞ。ラーメン一つ上がり。海苔も入浴し柔らかくなったところで麺と一緒に一口。残ったアワビも食べていく。あ、危ない、まだこぼすとこやったのか。最後は鍋を持ち上げ、残ったスープも最後の一口まで平らげていく。さて、そろそろ最後の一杯ぐらいか。今日はちょっと調整してた。飲みすぎんように感じに脂が乗ったブリと調和を出してくれました。ガマガエルちゃんにも感謝。最後の一滴まで、最後の一杯。今日はこいつで始まり、こいつで終わる。郡者駅近くにある中国第一市場内にあるブリのお店。今が旬ってこともあるけど、何よりブリが新鮮、そしてコスパも比較的よし。ああ、大満足や。あれはみんな昼間から仕事してへんのかいなって思うぐらい人がいっぱいのお店。やはりこの時期はウェイティングは必須や。で、俺はというと、さっき見つけたホット買いました。市場やからな。熱々、おお、うまい。今シーズンはあと 1,2 回ぐらいこのお店に来たいな。初雪は止んでもうたけど、寒くなる季節にブリと一杯、考えただけでよだれが出てくる。チャイもごすむにだ。